はい、皆さんこんにちは。エリューの泉です。エリューのゆきです。本日は NXR M109S 6バンド EQ というですね、エフェクターの紹介をしたいと思います。紹介ありがとうございます。最近私もね、すごくこれを使ってですね、とても綺麗な音になったんじゃないかなと思いますので、その辺をちょっと比べてみたいと思います。はい。エリューチャンネル。これをこのクリップマイクと組み合わせる理由ですね。これからちょっと解説を述べていきたいと思います。はい。はい。問題の構造からちょっと申し上げるか。一つはクリップマイク、このように鼻窓直に取り付けますので、革との距離が13センチ。実際あるんですけど、ここで増幅されるので、ここにはかなり高い音圧が入ると、音量ですね。なので、これをヘッドホンとかスピーカーで鳴らすと、すごくダイナミックスが大きい音が出てくるので、カラオケとの馴染みが悪いと。あともう一つは別動画でご紹介しましたルーパー。あれはこの自分の演奏を重ねていく上で、どんどんこの溜まっていくので音割れがね、音割れが発生しやすいんじゃないかと。その辺のこの音のバランスを整えるエフェクターになっております。はい。EQ って何ですか？ EQ って卵かけご飯みたいな略で、イコライザーのイコ、EQ と呼んで、みんなイコライザーとは言わないで EQ って言うんじゃないかな。音を整えるだね、やっぱり、イコールにする、出てる音と聞いてる音をイコールする、みたいな意味合いでイコライザー EQ、というふうに世の中にたくさん、このモデル以外にもたくさんあります。で、機能は全部同じですね。はい、違うのはこのバンド6バンドっていうこの音の調整する数が違います。これがいっぱいあるほど値段が高くなります。少ないのは、一番少ないのが2バンドって言って、高音と低音だけで、3バンドは高音、中音、低音で、6バンドはそのね、3分割にしたものをさらに細かくしてるっていう意味で、どんどん細かくなっていくと、このバンド数、つまり帯域が増えていく、こういうような仕様になってます。この6バンドっていうのはクリップマイクに合わせた、一応いろいろこう測定して厳選したチャンネル数になってます。なのでこの6バンドが2個のこのマイクと帯域との関係が一番適正かなと、エリュー的には申し上げておきたいと思います。はい。これって電源はどうなってます？そうですね。電源はですね、ここの裏蓋4つのネジを外すと9ボルト角電池が入っています。それで野外でも使えます。で、ここに、アダプターの差し込み口あるので、外部電源も供給できますので、その場合は電池いらなくて、電池の消耗の心配もいらないと、そういう形で、前回のルーパーとは違って、こっちは電池駆動ができるっていう点が特徴ですね。もう常にマイクとセットで使えるものなので使ってます。はい、では実際つなげていきます。お願いします。まずどっちから？こっちからでいいのかな。インからだね。マイクの方、先にオンにしてからですね。一番ね、一番大事なのが先にマイクのスイッチを押しておくことですね。で、こちらの、エフェクターにインの方ですね。インの方に接続する。電気がつきますね、こっちとね。で、こっちのアウトの方でスピーカーの方につなげていきます。これで接続は完了。これ分かりやすいのが、接続すると LED がこうやって明るくね、
つくんでステージ映え的にもいいし、綺麗。あと電池がなくなってくるとこれがもう暗くなってきます、暗くなった段階ではもう交換のメッセージだと思ってもう変えちゃってくださいだね。アダプターとつなげるとよくわかるけど、まあ早め早めの電池交換は電池で使う方はしていった方が良いと思います。でオンオフがここで足で踏むんですよね。本来ね。なので足で踏めばオンオフに。そうですね。これがバイパスといって何も調整されてないそのまんまの音がここからヒュッとダイレクトに行くと、押すとこのつまみで調整された音がアウトへ流れていくと。鳴らしてみてください。この卓の方の EQ はとりあえず全フラットで12時でしておきます。今エコライザーが入ってる状態ですね。そうですね。じゃあここから一回切ってみます。すごいね。音量が上がったように感じますね。なんかゴワッという音がしましたね。でちょっとここで画面変わります。2個の音の帯域、ちょっとこれ飛び出てるところが1箇所2箇所3箇所、まああと4箇所ぐらいあるんですが、大体このデコボコしてるのが耳に痛い音だったり聞きにくさとか馴染み悪さを生んでます。この横は200から、2万とかっていう低い音から高い音を表している波形になりますので、この各場所をですねへっこましていくと、そしてなるだけなだらかな線になるように補正するのがこのイコライザー。横軸が左が低い音、左が高い音となっています。上に書いてる100、200、400、800、1.6 キロ、これは1600、3.2K は3200っていうことを表してます。同じように横軸に400の点、800の点、1600の点、3200の点ってプロットした値のところにちょうど山が来るようなものを6バンドっていう形で選びました。この調整されてる位置ですね、これはちょっと測定しながら適正に理なりに合わせています。合わせて音量ですね、縦軸が音量になってます。ですので出てる山をどんどんボリューム小さくしてへこましていくと当然全体の音量が下がります。その代わりあんまり少ないところのボリューム、例えば高い音の方が少ないのでこれを上げて全体のボリューム感というのは一応揃えております。ですので今これをつけて音を出してください。音量は実は変わってなくて一緒です。ここでオフにするとこのようにね、音量は一定なんだけどよく出てる帯域、よく出てない帯域がデコボコな感じで、耳には入っていくんですけど馴染みが悪いみたいな、なんかもわっとしたね、のが生まれると。それを補正するエフェクターです。今全部のランプがまっすぐ横に0の位置で並びました。この状態は音が変わりません。どうぞ。調整されてませんので変わりません。で、低い音の方から上げたり下げたりしていきましょう。どうでしょう。変わった？
多少変わりますね。1個だけだとなんか分かりにくいのかな。100はですね、実は2個の内弦が300ぐらいですから、実は音程にない音なんで、ほとんど銅の雑音、銅のこの触れる音を取っちゃうっていう感じの帯域になれば低い音ですね。で200ぐらいになるとやっと裾野の端っこから上がってくるんで、なんか変な音する。そうそう、ちょうどハウリングの帯域かもしれないね。今この環境だとハウリングの帯域、ボワーンとする音ですね。もう400ぐらいになると内弦から外弦ぐらいかぶってくるので、結構でかくなる。なるほどね。ボワボワがもうちょっとそうそう綺麗で800はそうだね、ちょうど谷間ぐらい、意外と出てるようで出てないところらへんなんで、まあ2個らしくなるかな。どうかな、どうぞ。少しあるといいかなっていう、なんか銅鳴りっていうのかな、銅が鳴ってる音が入ってくるね。広がりが出る気がしますね。はい、続きまして 1.6K、 実はここが一番私が一番嫌いな帯域で、ここをやっぱりね管理したくてこのエフェクターを買ったんですけど、行ってみましょう。耳痛いですよ。すごいね。なんか分かった。分かりました。キャンキャン言うとこですね。はい、キャンキャン言うところ。キャンキャン言う。はい、最後 3.2 キエ、3200はもう倍音、なので明るさが出てくるかと。はい、なんかクリア感が多分引き立つんじゃないかなと。でも上げすぎるとやっぱ耳痛いので、まあちょっと戻します。結局、適正の位置に。はい、これが適正化された状態です。はい、オフします。はい、以上になります。はい。じゃあカラオケ音源と合わせてバイパスのとこの足元が光ってる時が調整されてる状態、消えてる時が調整されてない状態で、ちょっとカメラのマイク越しですけどもカラオケ音源との馴染みお聞きください。フライミートゥーザムーンデモ演奏お願いします。
はい、それでは本日は NXR-M109S6 バンド EQ のご紹介をさせていただきました。まあちょっと再生環境でどのくらい差が出るかですね。多分スマートフォンで再生されると顕著に出てくるんじゃないかなと思ってます。やっぱり2個の音っていうのはこうダイナミクスが大きくて、それがツンとこう体に伝わるっていう特性もありますので、それを無理やりこのエフェクターで耳にあんまり負担かけないように平たくしてるっていうのが特徴になってますので、まあ、その代わり電話機とかそういう小さいスピーカーでは通りやすい音になるかなと思っております。私がねやっぱり演奏をこうねライブハウスなんかでやった時に、やっぱりそう一番ねこれをやってすごく気持ちよくね弾けるっていうのが特徴かなと思います。やっぱりどうしてもマイクから出てくる音って耳なじみがいつもと違うわけですよね。それがなんかわってこう自分で制御しちゃったりするんだけど、それをしなくてもなんかすんなりこう気持ちよく音が出てくるっていうのが私の体感なので、ぜひおすすめだなとは思っております。はい。ちょっと興味ある方ですね。まあ研究してはいかがでしょうか。はい。はい。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。